こんにちは。こんにちは。今日はですね、はるばる、長野県は小布施にやってまいりました。小布施といえばですね、ご存知の方多いと思うんですけど、私の兄弟子にあたります、鈴木真さんの、アトリエの方にお邪魔しております。はい、本当に私は一回来させていただいたこともあるんですけども、今朝初めてということで、非常に素敵な内装になってますので、私も勉強のつもりで、拝見したいと思います。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。ようこそ。待機していただいてすみません。さんです。よろしくお願いします。ようこそ。ここは新さんのもう要はアトリエにそうですね。っていう形です。普段締め切りで作品だけ作ってます。ということで、ちょっと今回はちょっと自らご案内いただけるということで、ありがとうございまはい、す。ちょっといろいろとウェルカム。はい、よろしくお願いします。お願いします。入り口も季節のものを飾ってお迎えするということで、ちょっと暑いので涼感を求めて飾っております。涼しげですね。そうですね。風が吹くと、はい。しかも秋はちょっとモミジだとか、春は桜とか、そんな感じで。はい。で、こちらへ動くような形になってます。新さん気楽にお願いします。OK です。こちらもこう季節のもの飾って本当に軽い感じで楽しんでいただけるようにしております。ここはだからもうそのシーズンに合わせて皆さんでチョイスしてそうですね、楽しんでいただけるようにみたいな感じです。はい、本当にこの季節綺麗なものを飾ってっていう。すごいな。こちらはエゾマツで、これもう僕62になるんだけど25歳の時から作ってる木。はい、そううちの親方のところにもあった木ですよ。あ、そうなんですね。親方っていうのは当然の大旦那さん。大旦那、元助。そうです。はい。それから譲り受けてずっと作ってます、ね。そっからなんですね。はい。これ目出しがね、なんとも言えなく綺麗。時葵の花っていう。石付きもすごい。それも古いですね。そうですね。だんだん長野も暑くなってきたから、はい、下方で、はい、あ、やっぱりそうですか、長野調整してます。ああ、上を。関東だとやっぱりどうしても厳しいところあると思うんですけど、長野でもやっぱりこういうの。そこの方が僕独立した頃は平気だったけど、今はこの方が木が嬉しそうですね。この亀なんかは岩崎県にあってので、大変おめでたいのをみんな撮ってますね。岩崎さんね、相当コレクションしてた。そうですね。こんな風に見てたのかななんて思います。すごい。ちなみにマウンテンが山が見えて、これが心拍ワールドになって。心拍ワールド。そういうことですね。コンセプトが、すごいのが見えてる、でっかい石。あれをね、揖斐川の庭石では明石って言われて、あれで8トンぐらいあるんですよ。8トン。半分ぐらい埋まってるの。へえ。あ、そうなんですね。据え付けて、周りに黄色い花が咲いてたらハッピーマウンテンになっちゃってるんだけど。こういうのは作展っていうプロのキツネで内閣と国風賞いただいた木ですね。すごい。一昨年とかですか。3年前ぐらい。そうですね。はい。古い木ですね。すごいな。もう多分ね、日本中の名品がここに集まってるから。一度に全部見えないようにこう囲って一個一個想像していただくような。なるほど。だから余白っていうことですよね。そうですね。これものすごいのがありますね。すごい。四国の岩崎さんがお持ちだった我流という名がついてますね。我流。剣に舞う力がある。それをこう構えてる。いかにもビヨーンって感じですよ。
ちょっと大きさわかんないからカンタ君ちょっと取んな。どうぞ。このサイズ感ね。はい、ありがとうございます。すごいね、迫力が。これもね、有名な。そうですね。あっちの中から見てみます。あ、いいですね。これがね、室内から見たら、この水の音がいいですね。ね。なんか綺麗。これは体感店でデモンストレーションやった見ました。はいこれが完成予想図みたいな。そうですね。あそれでね、ちょっとここに鳳凰っぽくなってるじゃないですか。あ、はいはあれが北斎の鳳凰だから全体でそんな感じで。オブセは北斎とゆかりがある。そうですね。北斎が最後晩年ずっと過ごして絵を描かれたんで、最後のこう絶作藤越の竜はじめそういうのみんな描かれた場所ですね。完成は AI とかで完成予想を作ってるんですか？そうですね。お弟子さんがこうちょっと枝を足したりして、すごい。違いしたりしてやってます。あ、これがね、監督さん。はい。親方のところにあって、はい。ここから出たヤゴを何年作ったのかな。いい香りするんで、飾って長寿西洋ジャスミンね。はい。夏イカ。大旦那さん大好きだったんだよね。ね、みたいですよね。旦那も好きでよく刺してましたね。弟子開けた時とそれにこんなね細いのをいただいて、それから何個か株分けしたんだけど、その中の1本です。すごい。はい。何気にね、ここにお花が咲いてて、こっちに虫かごがあるの。はい。だからそんな思い出と開いてるから虫に逃げちゃった。愛くるしい。はい。いい香りでしょ。ねえ、本当に大好きな匂いですこれ。それでこっち見ていただくと、はい。これ一つの空間になってて、この心拍がまるで竜のようじゃないですか。それでこう雲海に舞う竜と向こうに遠目に山が見えるっていうのは、ここでそういう世界観を見ていただいてるの。斜めっていうのをわざと。そうですね。これね、夜になって周り映らないでここだけ浮かすとね、たまんなく素敵よ。すごい。全部すごい綺麗ですね。これは風神雷神。そうですね。それは片岡鶴太郎さんが名前つけてくれたんで。そういうことなんですね。はい。どこ撮ってもいい空間。こっちはちょっと現代風なモダンな感じで、でも一応月が出てるの。はい。こうやってこんなことして遊んでます。こういうのを多分まだ盆栽っていうのを知らない人が見たら割とモダンでかっこいいと思うでしょうね。どうしてもなんかその古典的なものも多いじゃないですか。そうですね。なんかこんなことやって楽しんだりして、はい。すごい好き勝手やってるんだけど。好き勝手やってるんです。じゃあぐるっといきますか。僕一回お邪魔させていただいた時、清水さんいらっしゃらなかったので、ちょっとちらっと見させていただいた感じなんですけど、解説いただくとすごい、見方がまたちょっと違うですね。それでこちらに来たら日当たりとかバランスで置くものを変えてますね。これなんかはブルガリの時飾ったりした。すごいバランス。これの石は自作ですか？自分たちでこう好きな形作って。で割と重量ある。そうですね。してますね。なんかこれ用のブルガリの時の台なんかもあって。絶妙ですよね。あっちがね、羽衣っていう銘がついてる有名な心拍。名品しかないからすぐここまででお腹いっぱいになる。そうだね。ここまでじゃない。結構すごいスピードで通り過ぎちゃった。どれも大事にしてるんだけど、この木がね、
心拍でも2本だから双龍って目がついてて、これ本家の看板木だったんです、はい、18位から一緒に師匠とやらせていただいて、だからこの木をちょっと手入れするとお世話になった師匠のその空気感っていうのが今ね思い出し、だから感謝の気持ちでいっぱいですね。素晴らしい。はい、これは、も出はどこだったんですかね。これはね、もともとは糸魚川にあって、それからいろんなこう大河を渡って大宮の親方のところに出て、その時も千葉の有名なお客様をお持ちで、それで手放される時に縁あったんで、僕独立してから分けていただいて、これ見て感謝の気持ちといろいろで、昨日ちょっとお話伺ったんですけど、これをピタッてかけたってことですね。弟子入って半年目ぐらいに普通こういうのさせてくれないでしょ。もう師匠がね、これをやりなさいって言われて、僕ね2日ぐらい寝ずに針金かけて、朝4時ぐらいでも夜中もね、親方のところの後ろのガラスに気配を感じて、見て誰もいないなと思って4時に終わって、それでちょっと仮眠しようと思って弟子の部屋行って、また朝出てきたら、僕ねこう完璧にね美しくね作り上げたつもりだったら、乱れてるの、と思ったら大旦那さんが僕が休んでから直したんだね。その時は失礼だったかもしれないけど、昔の古い人だから今の18だからね分かんねえんだろうなと思って、それが盆栽を長年こう経験していくと、求めるのはその自然味、崩しの美だってところをね、今つくづく感じて、今だったら旦那さんそうだったんですねって言えるっていうような、そんなことでもう本当にこの自然な感じっていうことですね。そうですね、自然に上を向いてっていうのが、確かにね、自然界でこう生き抜いた木だから、こんなカチカチに作ったらいけないよね。その時分かんなかったんだ。そういう木ですね。そうか。でそれって盆栽の魅力でもありますよね。そのものを通して当時のことを思い出せるとか、もう本当にね、おっしゃる通り、お世話になった師匠は亡くなったけど、師匠と共に来たこういう盆栽が今も生き続け、例えば僕の後もちゃんとした管理してくだされば生き続ける、なんとも言えないロマンありますよね。しかもそれがこちらも生きてるじゃないですか。そこが他の芸術とかにはない文化ですね。いろいろ経験するとまた見方も変わってくるから、本当ありがたいですね。本人もここにあると、例えば50年前の宗龍もここにあると思ってないかもしれないですよね。しかもね、話してるなんて思わないよね。そうか。大旦那喜ぶだろうな。これは昔、うちの大旦那さんの修行先だった万仙さんにあった看板木なんですよ。そうなんですね。これもね、本当の糸魚川の古い木で、これは鉢もこのままなんですか。これで、角度をちょっと起こしてね、鉢を変えて、これまだ僕が目つけていいか分かんないけど、目がないんで、お布施だから、北斎ってつけちゃおうかななんて、北斎美術館と相談しようかなと思って。波を感じさせますね。で、鉢合わせを全部しようかななんて思ってます。これも古いですね。本当古い木ですね。いや、本当にどこ見ても大きい、中品から何からね、いい木が多いから、いい木が多いというか、いい木しかないから、どこ見ていいか分かんない。ああいう中品の楓も、不用意さんが作展で賞を取られた木ですね。国風賞まで中品だけどめっちゃ古い木。古いですね。古いでしょ。昔関東瑠璃色のね鉢に入ってたんですけど、中国の古い鉢に。隣のね細いもみじあるでしょ。これもう
道前さんの僕修行中道前さんの前に、もみじの木があったの、そこから出た未生の木ねえ長いんだ。これでもね肌見るとねえさっきが山でしょ、山の景色でしょ、こっちが渓流の一角のイメージで、僕ここから1時間ぐらいの菅平ってとこで育ったもんですから、よく父とね渓流登っていくとこうやって水が湧き出るとことかそんなのあって、そんな狭い空間だけどそういう空間を作ってます。これ何製なんですかね、道というか。あれはね鉄で作ったの。鉄、ちょっと渓流のイメージと、あと水の音あるといいでしょう。そうですね。はい。こっちに鹿ちゃんもいるんだけど。鹿ちゃん。この間まで白くね綺麗な花咲いてたの。これで赤い実に変わるから。はい。そうです。大玉さんは山干し大好きだったんで、だから僕も大好きなの。あとね、こちらがでっかい大きい赤松だけど、東海道の一対っていう有名な赤松で、静岡の上松家っていうところにあって、参勤交代っていうのがこれを飾ったって歴史があるの。だから鉢に入って500年って相当古い木ですね。鉢に入って500年、その一通ですよ。だからその歴史見てきた木。当時はね鉢がなかったから伊豆石という石をくり抜いてそれに植えてたんだって。石付きみたいな。もうでも石をくり抜いてそうやってね、まあ時代とともに大きくなったけど本当にその歴史をみんな見てきたすごいですね。その景色ずっと侍の姿を見てたってことね。神田さんまだ20代だから本当に素晴らしい。すごいんだ。すいません。このね黒松は大変こう縁起いいっていうか、プロの技術の作風展で内閣総理大臣賞、京都の大観展で内閣取って、国風展でも国風賞取って三冠王なの。縁起がいいの。すごい。はい。すごいですね。ね、荒れ方が。ね、古いですね。長野の場合は冬雪とか寒さあるからこちらのハウスとかにみんな取り込んで、季節でこう出したりしてます。それでこっちのこれがハウスなんですけど、スペインから来たサラちゃんで、サラさんお邪魔してます。これがね55年前の万博に飾った心拍。55年前の。それで今回万博に飾りました。見ました様子とか。はい。そんな歴史持ってます。すごいな。これが僕一番最初に内閣総理大臣になった図書です。これ出された時何歳ぐらい？32？31かな。はい。それでこう仕上げて師匠に見てもらったら。これは作りすぎだって師匠ここで直しちゃうのかなと思ってそこで、自然に、次やりますからってでも本当におっしゃる通りですよね。その当時ともまたちょっと今新さんの考え方が変わってたりとか、こうちょっと枝にもこう自然感っていうか、でもあまり崩すぎるとやぼったくなっちゃうから、その境目で表現してます。あとねこっちがね岸総理が持ってたイワシで、で昔のそういう方たち盆栽大好きだった。いや古いですねこの花。師匠もイワシで大好きで、だからね自然と好きなのね。イワシで
夏イカ、山椒バラ、山椒バラとね、はい、あと長寿梅も好きだったんでね。あ、そうなんですか。そう。あとね、面白いのはこちらが大隈重信公が持ってた木で、大隈ってついてます。大熊。これは下枝を培養中。あ、そうですね。ちょっとこう全体のバランスと、ちょっと上の方はめっきりしたりして、これで調整してます。こっちはね、最後の将軍慶喜公が持ってた木。6代。そう。30年前ぐらいに出会って、当時ボサボサだったの。徳川家にあって昭和19年戦火阪神だった時に、これじゃダメだっつって静岡に運んでったんだね。当時ホロトラックに積んで積みきれないの上に積んで送ってもしょうがないって感じで、あ、そんな状態だった。そう、それで静岡にずっとあって、出会った時にはね、あちこち枝枯れたりしてだいぶいい形に戻ってきました。じゃあだいぶその枝自体が上向いてたりとか、そういう状態だった。あとは針金が飲み込んでたり、下枝枯れちゃったり、そうですね。だからそんな歴史を見てきたすごいな木ですよ。どれだけの時間経過が経ってるかって考えるとすごいですよね。はい。ちょっと一個気になるんですけど、その釣ってあるやつがあるじゃないですか。これね、どうしてもこういうの虫が来やすいから、ああやっておくとね、虫が来ないの。これ何ですか？これなんだっけ、よく服のとこに入れるのあるじゃないですか。ああ、無臭だみたいな。タンスになんとかそれでどんこにちのやつですよね。濡れちゃいけないから上にこうビニールのああいうのやって、ああ、そう。はい。そうね、結構虫来ないですよ。あ、本当ですか。うん。いいこと聞いた。結構ね、これだけ数あると虫も、そうですね。消毒も大変そうですけど。なんかお世話になってる先生にお聞きしたんだけど、人間の細胞は50回ぐらいだから、せいぜい長くてもギネスで120年なんだって、植物は永遠に変わるから何年でも受けられるんだけど、枯れる原因としては自然界の災害だとか、害虫だとかいろんなことなんで、だから一生懸命それだけは気を使ってますね。しかもそれだけ老木が多いじゃないですか、金さんのところ、よりね気使うだろうなってやっぱ感じますよね。これだけの木があるとこれはここは気になるんですけど、ここはね、ハッピーガーデンっつって、朝お弟子さんとね、これ今日やろうぜってことで話し合うところ。ミーティングルーム。ミーティングルーム。ハッピーガーデン。ハッピーガーデン。僕ブランコ乗ったりしてこうなってね。この実は何ですか？これはね、僕の大先輩の木村先生のご自宅、庭園の方にこの親木があって、そこからこの実が落ちたのが、うちの長男が先生のところでお勉強させてもらったんで、そこから出た未生の苗が今こうなったっていう感じ。私は結構実ついてるから。これは去年。そう。これ年を越して実がついてるから縁起がいい。やっぱりいい樹形ですよね。これね、僕たち作ったんだけど、木村先生のところに亀がいるの。その子供もらってきてね、最初ここにいたんだけど亀脱走するから向こうにしました。そんなこれも作ったんだ。これ自分たちで作ったの。それで水がね巡回するようになってて、巡回するね。亀さんこれ喜んでたんだけど脱走するからこんだけね広いと冒険したくなりますよね。そんな感じですよ。ここは温室兼寒冷車が。そうです。別に温度はかけないんだけど、長野ちょっと寒くなると根が凍るから、老木かわいそうじゃないですか。それなんでここで囲って、本当に小枝までできたのは冬毛布かけてあげるの、お弟子さんが。ハッピーに生活してますよ。いいライブ。すごいな。この黒松がね、岡崎の鈴木大善さんって、その先代の佐一さんがこの黒松の新芽にね、
虫が入って、それでその木なんですよ。雲鶴っていう目切りをしたこれで発見したのってことですよね。はい。でもすごいことですよそうねで。すよね。これで覚えたっていうか発見したって本に書いてあったんだけど霧の木。歴史がすごいですね。どうぞ。こっちがいろいろ培養したり作品作ったりしてます。はい。こういうのは全体で6頭ぐらいあるから。6頭。こっちは培養場で、この子ね、20歳、中国から来て一生懸命やってる。よろしくお願いします。昨日お世話になりました。昨日お世話になりました。ありがとうございます。ちょっといろいろありました。すごい。これはウコンっていうもので、向こう。ここだけね、二重にして、国空展とか展示会用に温度かける部屋なの。二重っていうのはこれをね、上が張って中にももう一枚あって、であれで暖房でやって、なるほど。長野から持ってって寒いとこから持ってっから、国空展で根が動いちゃうから、持って帰ってる時にその温度調整して鳴らすっていう場所ですね。これなんか今年国空賞とか買いでこれか。だいぶあれですね。葉っぱがない時とそうですね、表情が違います。こんな小花なんですね。上がりしてこれで作ったの。これも55年前の万博に飾った富士という模様松。これも国空賞とか取ってますよ。隣も雨宿りっていう名ついたし。これか。はい。だからメインのところにこう飾ってた。見ました。これもうちょっと起きてたっていう。そうですね、起きてたのね。をちょっと潰したっていう感じなんです。さっき親方との思い出の木ってこのブナがそうなの。これすごいですねこれ。今木箱に入れて調整してますけど、親方んちの日本一のブナだって親方おっしゃってて、ちょっとね今だから言うけど、僕18で留守番した時に、当時こんな薄いね金葉の鉢に入ってたの。多分俺水切ったんだと思うんだよね。その後ね枝ちりちりになって一人で留守番してたから、それから親方こう全体を切り込んで深い鉢入れてもう一度ふかし直したって、なんか申し訳なかったなと思って。水大好きですよね。そうですね。そんな木です。でそういう思い出も詰まってる。そうなんだ。今だからいい。失敗したなと思って。こっちがねお弟子さんが仕事して。どうぞ。こんにちは。すみません、失礼します。失礼します。よろしくお願いします。この子はドイツから来てるんですよね。よろしくお願いします。お願いします。こっち韓国。すごい。よろしくお願いします。香港。あっちが中国のリーちゃん。こんにちは。お願いします。ここでみんなですごい。恋愛してます。みんなけどしかもすごいね木をやってらっしゃるんですね皆さん。みんなでも頑張ってるからあんまり褒めないけど上手くなってますよ。嬉しいですよね。嬉しいです。皆さんは何年ぐらい？3年とまだ1年目。彼はね中国の有名な盆栽園さんから、もう4年されてて仕上げをうちでって言われて、でもいい子なの。いい子なのね。ここは針金掛けの部屋で、向こうに植え替えとか彫刻の部屋もあって、分かれてるんですね。分かれてるな。ちょっと監督羨ましいんじゃない？いやもう日本中探してもこういう環境ってもう鈴木さんぐらいじゃないですか。そうですね。
これはもうずっと立って、ここに来られた時から立ってるんですか？ね、最初はこのプレハブみたいなのあって、はい。手作りで屋根作ってエアコンもなかったの。そんなでやってたのよ。こうやって一周できるんですよ。これがよく脱走するカメ。これか。これ木村さんちのカメ。こっちもいるんだよ。これ何ガメだろね、和のカメってう？石ガメとかですかね。そうなのかな。こっちは緑なので、これは長男が幼稚園の頃、へえ。どっかに多分持ってってんだよ。そんなことやってる。環境にいるな。ね僕よりもいい環境にいるかもしれない。動物園みたいなやつ。すごい。あ、これで一周。このままでお茶飲む。静かなんですね、この大伏っていう町は。本当に静かですね。ここ特にちょっと中心からちょっと離れてるから静かで、昨日普段締め切りでしょ、それで周りこう厳重にやってるでしょ、お弟子さん外人が大してるでしょ、近所の人何やってるとことそれで今の時代だから警察の人ちょっと目回りに来てくれるから、変なもん作ってんじゃない調査して。確かに、それ思いますね。確かに。知らない人からすると。どうぞ。ここがこう季節のものを飾って、ちょうど岩絡みが綺麗な時期なんで、こう岩についたそれがこうせり出す風情と遠見に滝が見えるの、それで幕府があって、それで虹がふわーっと出てて、ここの空間に渓流の音を聞いて川蝉ちゃんがいるっていう、あ、そうだ。こんなのをしょっちゅういろいろ飾り替えてます。このとこっていうのはコンセプトみたいのがあるんですか？いつも。本当に季節の移ろいをここで表現したり、来てくださる人に楽しんでいただいたりという空間で、あと自分たちお弟子さんも飾る勉強、この色の合わせとか、いろんなことの勉強してます。こうやって日常的に飾りをできるってね、毎日やってるな。ないですよね。すごい。こういうの、しかも一級品をこうやって自分で触ってやるって大切ですよね。そうですね。入ってすぐの子にはさせないんだけど、その子掃除を覚えたり、いろんなことを扱いを覚えてからこういうふうにやってるっていう。こちらがね、これも季節の口なしで、これはね、鶴太郎さんの描いた根津の番つって、こう水辺の男もカエルちゃんが番してて、さっきまでは盆栽が師匠との思い出の話だけど、これがね、初めて水石を師匠から教わった水石で、この石がね、鴨川、すだちマグロ紅流しって師匠から教わったその石、大旦那さんから卒業の時にいただいたの。この水盤は金松園さんっつってね、の水盤でうんと大事にして、そんな石です。ところどころ思い入れのあるものがたくさん残ってるじゃないですか。そうですね。それは見つけたらこう買ったりとか。そうですね。これ師匠が使ったのとかいろいろですね。あとね、ちょっとこれは師匠とは全然関係ないんだけど、僕菅平ってとこに父と母でいたでしょ、父10歳で亡くなってるんだけど、今から8歳ぐらいの時によく父と渓流行って、菅平がイワナを取ったりして、その時にね、この岩のところに入ってた義母石っていうのを取ってきたの。それからずっとあるのこれ。だからそうなんですか。50何年。しかも当時の鉢、毎年ここに咲いてくれて、だからこれが咲くのだとこういう空間で、ここ深いから離れて父ちゃんにこう抱かれたとかね、そんなこの草一つに思い出って、そう
感謝してます。植え替えも植え替えもしてないの。だから50年ですよね。 50年だよ。あ、すごいね。すごいんですよ。だからこれでも盛り上がっちゃって、鉢も当時の何百円の鉢なんだけど、何百円の価値じゃないでしょこれ。なんか本当にね、こう咲くとね嬉しいの。そうか、そういう景色も思い浮かべられるってことですね。全体でこの空間はそういう景色になってて、今日神田さん来たから、はここがは何に飾ってるけど、いはい。菊花石で、はいそれこれ徳川家の石なの徳垣にあって、それで石に銘がついてて、随子、良い兆しのっていう意味で、神田ちゃんに言うことありがとう。本当ですか。飾ったの。ありがとうございます。いや、だからそういうなんでしょう、おもてなしとかも表現頑張ってるからさ、頑張らないと。いい兆しになるように。いやー、そうです。でこの家内はね、小川雄山って人で、長岡の蜀の最高峰の人のさ、このライン一つこんなのを全部削り出して作ったからね、そんなよ。一級品と一級品がっていう感じですよ。そうですね。一流の人と。こっちはね、亡くなった師匠も大好きだった、これ師匠がお持ちだったね、三浦筑前の名鉢。はい、こっちですか。この下の黄色いのね。それでこれも大旦那さんのところにあった角右衛門の鉢。12代とかですけど。そうですね。松平さんが翔子さんが楽しんでた。そんなのがいろいろあります。それは告げ。告げなんですか。この昔の殿様の院台だった、藩校の台、ここにああいう小鉢のして楽しんでたっていう。こっちもすごいですね。例えばこれは東福寺っていう鉢なんだけど、本名水野喜三郎さんって言って、戦前からやってる人で、当時櫛の作家だったの。それでセルロイドが出たから売れなくなったでしょ。それで自分で好きだった盆船の鉢を焼くってんで、京都の東福寺の境内に共同があって、そこで焼くの。でもいい作家がいい場所取っちゃうから周りのとこで焼くんだけど、やたら研究熱心でだんだんいい作品を焼くの。それで亡くなった師匠からお木さんが京都から醤油港に鉢を持って来るんだって。でも誰も買ってくんないんで、帰りに電車代でいいですからつって俺買ったんだよねなんて大旦那おっしゃってました。それで当時こういう小鉢買って壁の模様に刺してたんだって。それでこの人亡くなってから高尾になったら掘り出したんだ。面白いですよ。そんなことしちゃって。確かにそれ言ってますね。京都から持ってきたってね。だからゴッホみたいな人だね。晩年が没後そうですね、評価されてっていうことですよね。だって最後鴨川のバラックに住んで、訪ねてくる旦那氏に「なんで私の作品売れないんでしょうかね」なんてこのやつって今じゃすごい評価の鉢ですよ。これらみんなそういう東福寺でした。そんな一つ一つにそんなみんなあるから面白いですよ。この空間だけですごいですよね。そうですね。こういうのを飾るのもお弟子さんが覚えたり、軸のチョイスもたくさんあるから、季節のね全部勉強してもらって、それでいろんな国に帰って盆栽を広めてくれればなと。あそこにそう写真が僕の師匠と僕18の頃写ってんだよ。これは当時にも飾ってますね。そうです、はい。ここに師匠の写真飾ってる目的があっての感謝の気持ちだけど、
いつも僕の姿見てもらって僕今大丈夫かななんて見られてそうな顔して何とも言えないですけど、なんかやってんのかなってこれが真司さんですね。そう18歳の時ね、これが武庫。あそうね向こう音声美術館やるやつ。そうですね。で家は変わんないじゃない今の名前家今のままですもんね。変わらないですそうねえ40年前ぐらい。40年前とそれもすごいねこれ新聞の記事かなんかなんですか。僕覚えてないんだけどなんかね、これの新聞記事が出てきました。へでこれの写真使ってたんで、え多分それを拡大したんじゃないかな。すごい。いいですね、パンチで。あそうねパンチ。当時なんかパンチに憧れててすげえ怒られてこの後坊主になったらそうなんですか。そうですよみんなパンチ。何やってんだってちょっとその気になってね1ヶ月お小遣い1万円いただいたからもらった時に床屋さん行って僕の兄弟子の高橋さんがパンチマンだったああいうのやってみたくて怒られて僕その後丸坊主でしたよじゃあ誰に怒られるんですか。若旦さんに怒られた当時はそうなんですか。そんなことじゃないだろうなんて言われて自分もねパンチなのに。ちょっと僕生意気だったせいもあるかもしれないそうかこの裏にもね。そうか。うわちょっと足元気をつけてここが失礼します。ここはいろいろ飾る台を用意してある。例えばこっちが県外台とか木によって合わせるように食が。僕が見えないぐらい。こっちが根食でもいろんな形のあとなんか展示会でチャンピオン取りたい時はこういう食使ったりこれをしょっちゅうお弟子さんと合わせたりみんなでやってます。こういうのでもね、お弟子さんも扱えると勉強になりますよね。特に僕修行中なんかは、雨の日になるとたまに休みもらえたから、雨だから休みかなと思ったら、食のとこ行って、食磨くんだ休みじゃないっていう。でもそれありがたかったのは本物を触って、いい材料の思いとか、それを覚えさせていただいたから、そうですよね。ありがた多分触れて覚えることってそうですねあります、はいっていうかそれでしか多分覚えられないですよね、食とかだと。でも雨降ると休みもらえるパターンがあったから、雨だやっ期待しちゃうんですね。新人って言われて食磨けないこんなだった、はい、でもありがたかったんです。これでその食合わせ、向こうにも鉢があるから鉢合わせの見ます鉢合わせ。ここは俗に言うこういうデーモノの鉢、松用の鉢のよそ行きの鉢で、ここでいろんな島鉢があるから展示会の時にこれに合わせたりっていう。すごいね、こんだけね。これが鉢合わせする場所。ここがだから心拍だとか黒松だとかそういう展示会にいろんなパターンの鉢。すごいね。あと向こう側にね、今度は色鉢コーナー。色はこれ違うんですね。こっちが松用、あっちが雑木用。すごい。こっちが雑木用の鉢。例えばこの間国士と取った楓とかはこういう色鉢に植えたり、それで水石とかいろいろ水盤とか演出する有名なのんべえからオーブンから何でも合わせられるようにやってます。これが3点飾りのとか、はいはい、
普段ここ開けてないんだけどねカメラは初ですか？身内だから身内だからちょっと全世界に配信されてる。広東でもこんなに種類あるんですね。いやそうですね、確かに面白いね。並べるとねえ、一応地震対策で紐になってますから、こういう建物はもうどんどん増築で作っていったそう最初向こうだけでそういう古い鉢だったんだけど入んないからこうやってあと和鉢の行山修山とか、でかいのは置く場所とか、自分でも分かんなくなってきちゃった。そっか彫刻の機械向こうのグラスとね見てみる？いいですか？いいよ。グラス砂吹きですよね、要は。ここがサンドブラストっていうので中に盆栽取り込んで気圧運動をかけたので砂を吹いて天然の木目とか出す。すごい。あんまり見ないですけど、やっぱりこれを持っている人というかこの施設持ってる人は少ないね。これ結構場所も取るし、でもなんかより自然に近づきたいっていうのがあるから、それでこういう部屋作って良くなればその後もその木大事にしてもらえるからやってます。コンプレッサー置いて、これがちょっと今ねそんなだけどこれが圧縮機、これで集塵機でぐるっと回ってドーって吹くの。ちょっとこう砂も重要なんです。砂もねいろんな研究してやってる。だいぶじゃあ大きいのも入る。ここから全部入る。でここでやるってことですか？そうすると向こうに集塵機があるから風こっちから行くから外でやると楽なの。ボーって吹いてっちゃう。いろんなパターン作ったんだけどちょっとここ今ハウスをいろいろやったからこんなになってますけど足元気をつけて。いろいろと見させてありがとうございました。ざっと見させていただいただけでも、もう本当にどこ見ていいか分かんないぐらいいい木がいっぱいあって、でもそれぞれコンセプトをしっかり多分作られてると思うので。そうですね。その木が一番いい環境とか、そういうのをいろいろ考えて置き場所も考えてます。やっぱりそういうのを今日伺えたので改めてなんか勉強させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとこの後ちょっと2人でお話っていう形を対談ですね。取らせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に僕の盆栽の原点っていうのは大旦那さんから全部教えていただいたんで、本当にそれを師匠の意味はいかないけど今お弟子さんにも伝える、それが僕の使命だと思って頑張ってます。要は大旦那さんで、初代の元助さんとは私もまず生まれてないので、亡くなった時にもまだ生まれてないので、そういう時の言葉とか、そういう何でしょう思いだとかっていうのは話で聞くしかないんですけど、そういうのも改めてじっくりと新さんに教えて今後はいただけたら嬉しいなっていうところがありますので。よく師匠がおっしゃったのは、鈴木君これから1分で教えることは、私が何年も経験したのでいいことを教えるんだからよく覚えなさいよって弟子の頃言われたんだけど、独立してよく分かりました。お弟子さんに言うにも自分でも失敗があるからその中で経験したことをそうやって覚えてよってやってます。その経験からの言葉の重みっていうところです、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そういうのもまた僕も吸収して頑張っていかなきゃなと思いますので、すいません。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。どうしました？知事さんの息子さんになります。長男は木村さんのところで修行されて、で新次さんのところで修行ですよね。で今
バリバリでやられてるんですけど、最近ちょっと僕インスタを見たんですけど、ありがとうございます。あれは新次さんのところで始めたって感じですか？はい、そうです。どういうか一応ここの盆栽などをどんどん取り扱ってあげていきますんで、はよかったらフォロー見てもらえると嬉しいです。はいこちらです。はい、はい。チーム鈴木ということなので、多分皆さんのと新次さんのといろいろも複合されたチームとしてのそうです。はい。成果物とかがこう上がっていくようなそうです。はい。感じですか？はい。ここで手入れしたもの、ビフォーアフターなど載せていきますんで、はい。非常に勉強になるなりそうですね。インスタなので、よかったらフよろしくォローおお願いし願いします。お願いします。はい概要欄にリンク貼ってあります。はい、お願いします。終わり。終わり。すいませんおまけ。大丈夫。はい